はいどうも、古民家チャンネルの村長です。今回50万円で買ったこのゴミ屋敷、こちらを掃除しましてようやく古民家になりました。こちらの古民家ですけれども、一体修理費はいくらかかったのか、毎月いくらかかるのか、税金はいくらなのか、そのあたりを今日はご紹介していきたいと思います。これから古民家を買う予定の方、買いたい方、なんとなく興味ある方、そんな人たちの力になれれば幸いです。それではどうぞショータイム。はい、こちらのゴミ屋敷、2021年4月に購入しました。こちらのゴミ屋敷が綺麗になっていく様子は前回投稿しました総集編で紹介しておりますので、まだ見てない方はぜひ見てみてください。で、こちらなんですけども、購入時はですね、紹介されていた文面が、水道なし、ガスなし、電気なし、車侵入不可ということで書かれていました。で、実際見に行きましたら、車侵入不可どころか、こんなにゴミがあるっていうことはね、全く書いてなかったので、かなりびっくりしました。で、このゴミ屋敷を掃除していくんですけども、こうやって徐々に片付けていくうちに気づいたことがありました。まず、家の玄関入った右側にブレーカーがあったんですよ。あれと思って、で、調べてったら、ゴミの中に埋もれてたんですけども、電気のメーターがありました。で、こちらもなんか最新型のスマートメーターってやつで、電話するだけで開通する新型でした。ちょっとびっくりしましたね、これは。で、水道なしって言われてたので、もしやと思って、家の周り、もうゴミをかき分けて、かなり掃除してたら、水道メーターもありました。電話すればすぐ開通するというような状態でした。なので、電気、水は、簡単に開通した。なんですが、やっぱりちょっと問題がありました。電気はOK だったんです。ただ問題が水道ですね。水道が、実はこの家側の方の配管が曲がって、その水道メーターとくっつかなかったんですね。で、近所の設備屋さんに、ちょっとこれどうなんですかって言って一回見てもらったんですよ。そしたら、その家側の配管が曲がってるのは曲がってるんですけど、ここを穴を大きく掘って、ちょっと伸ばしてやれば、多分つながるよと、ちょっと教えていただいたので、早速、こんな感じで穴をガンガン、朝方から掘っていって、で、水道局を呼んだところ、うまくつながって、こんな感じで水がジャーッと出るようになったというところですね。水はちょっともうダメかなと思ってたので、出た時はかなり感動しましたね。はい、ちょっと話は脱線しましたけれども、これで一応水と電気が通りました。で、料金ですね、今日はちょっと維持費を説明する回ですので、ちょっと説明しますと、水はですね、ちょっとこの辺りは基本料金が2000円ちょっとになります。なので、水使おうが使わなかろうが、毎月2000円ちょっとはかかってきます。で、電気なんですけれども、うちは楽天電気というのにしました。楽天電気は基本料金が0円ですので、ほとんど電気代かからず済みます。しかし一つ問題がありまして、楽天電気は契約後にアンペアの変更ができないそうなんですよね。ちょっと今はどうだかわからないんですけども、私が契約した時はそんな感じでした。なので、楽天電気に契約する前にアンペア数を60アンペアに前もって変更しておいて、その後に楽天電気と契約しました。なので今は60アンペアのまま使わせていただいております。なので1ヶ月の電気代最初600円とかぐらいでしたね。めっちゃ安いじゃんとか言ってすげえ感動しました。で、インターネット環境はこれです。このホームルーターを使ってます。これはメルカリかな、メルカリで2000円ぐらいで買いました。で、これにマイネオっていう格安 SIM を挿して使ってます。この家はですね、光ケーブルが通らないんですよ。いろいろ連絡したんですけど、光ケーブルとかケーブルテレビとか、もうみんな撤退しちゃって全然やりませんと言われてしまったので、ホームルーターで、こういうスマホの電波使うしかないような状態でした。今はなんか衛星のインターネットとかね、徐々に出てきてるんで、ちょっと余裕ができたりしたらそういうのも試してみようかなと思ってはいます。で、今は余裕がないので格安 SIM で使ってます。マイネオで月額900円かな。それで使い放題ってので300円だか400円ぐらいので合計1200円の
プランにしてます。このプランはですね、速度制限というボタンを押すと速度は 1.5 メガにはなってしまうんですけれども、いくら使ってもいいですよっていう使い放題プランになります。で 1.5 メガって結構遅いじゃんと思ったんですけど、うち防犯カメラ3台使ってます。それでも全然画質も普通に転送されますし、いつもね怪奇現象系の動画とか出してたと思うんですけども、あれもこの 1.5 メガのやつで僕のスマホにダウンロードしてパソコンに移動してこういう風に YouTube にアップしてたわけですね。なんで全然問題ないですね。YouTube もねこの家で見れますし、スマートプラグとかルンバ動かしたりとか、スイッチボットで温度とかも遠隔で調べられるんですけど、そういうのも全部できますね。なのでこの 1.5 メガめちゃめちゃ便利です。なのでインターネットがうちは月1200円ぐらいで全部できるようになってます。はい、それじゃあここまでの状態の固定費を一旦まとめてみましょうか。まず水道が1ヶ月約2000円、電気代が冷蔵庫を動かしてるんで約3000円で、インターネットが1200円で合計6200円。この6200円が毎月かかる金額です。かなり安く済んでると思います。あと言い忘れていたんですけれども、この家テレビが見れないんですよ。テレビを見るには自治会に参加をして共同アンテナを契約する必要があるそうです。ケーブルテレビ会社はもう撤退してしまってますので、共同アンテナに入るしかなさそうです。この家まだ私は住んでませんので、自治会には参加していないので詳しい料金はわからないんですけれども、テレビを見るには別途料金がかかりそうです。テレビがなくても YouTube があれば OK だろう。はい、ここまでわりかしいいようなことばっかり説明してきましたけれども、やっぱりちょっと問題もあります。この古民家寒冷地ですので、12月の中旬ぐらいから3月ぐらいまで水が凍結します。もう今年もう出てないです、水。もう やばいですよ。もう全然水出なくて焦りました。でキッチンに水道があるんですよ。で去年ももちろん凍ってしまって、これはまずいってことで、去年ねの夏ぐらいですか、頑張ってキッチンを工事したんですよ。でそこで壁石膏ボード貼って、その中に断熱材入れてとか言ってね、なるべく凍らないようにってことでちょっといろいろ頑張ってみたんですけど、やっぱりダメっすね。完全に凍ります。でこの間ちょっと近所の方に、これ凍ると思うんですけどどうしてるんですかっていう感じで聞いたんですけど、その凍らないような温めるヒーターみたいなのがあるらしいんですよ。水道管に巻きつけるような、それをつけてるみたいですね。でも調べたら結構電気代かかるみたいなんですよ。なのでちょっとうちの場合はもう無視して凍らしとこうかななんてね思ってます。でちょっと思いついたのが、庭に今ちょっと大穴開けてるんですよ。でそこに井戸をね掘ってみたら、井戸水出んじゃねってことでね今考えてます。井戸水は凍らないとは聞いてるので、井戸水使えるようになれば水道代もね下がるし、陶器も凍らないし、もう最高じゃんと思って、今年はぜひ井戸を掘りたいですね。それが今年の目標です。ちょっと出るかもわかんないですけど、一回掘った時点で岩盤に当たって何も掘れなくなったんで、どうしようってところから始まるんですけど、とりあえず今年の目標は井戸を掘ると、そこをちょっと目指していきたいと思いますね。はい、そしたら次は修繕費ですね。このゴミ屋敷のぐっちゃぐちゃだったのを直すのに大体どのぐらいかかったのかっていうねことをちょっと説明していきたいと思うんですが、ですね、私 YouTube をやる前提でこの家買ってないんですよ。なんで YouTube なんてやるとも思ってなかったし、 YouTube のための動画とかも撮ってなかったんですよ。なんで前回アップした総集編見てもらうと分かるんですけど、ちょっと動画が少ないんですよね、写真ばっかりで。そうなんですよ、ちょっと YouTube やると思ってなかったんですよ。なんで今思えば撮っとけばよかったなーなんてね
心底後悔してますよですけどまあ写真とかばっかりでしたけど、皆様たくさんの人にね総集編見ていただいたようでして、とても嬉しく思います。本当にありがとうございます。はい、話脱線しました。こちらの大量のゴミなんですけれども、ゴミ処理場にたくさん何回も運んできました。その費用だいたい10万円ぐらいですね。もうちょっと覚えてないんですけど、10万ぐらいはかかってると思います。あとはトラックを借りて運んだりしたので、トラックのレンタル代がまあ1万5千とかそんな感じですね。あとは冷蔵庫が2台とか洗濯機とかそういうものが結構放置されてましたので、それのリサイクル料ですねが、もうこれもなんだかんだ10万ぐらいかかってますんで、全部で20万ぐらい。あとはなんだかんだ結構木材とかが多かったので、結構庭で燃やしちゃいましたね。それでほとんどなくなった感じだったので、結構とんでもない量のゴミでしたけども、全部で20万円で片付きました。はい、では次は現場からお届けしたいと思います。村長さんどうぞ。危ねえ。はい、今11時です。もうすぐ昼っていうのに家の中は0度。いや、つうか寒い。寒すぎる。これをですね、こうやって引っ張って、これをこう算数ポチッと。この家湿度がすごいんですよ。こう冬場になるとこうやってストーブ焚いたりするとこんな感じで 40% とか簡単にいくんですけど、こう見ての通りここ最大 99% もうほぼ水じゃんっていう感じですけど、で、低いとこ39、多分これ最近のでしょうね。で、気温がマイナス3から32、多分これ夏ですね。夏の最大が32です。これじゃ暑くならないんですごくいい家なんですけど、ただこう冬はね、見ての通りマイナス3度とかになっちゃうんですよ、家の中なのに。やばいぐらい寒いですよね。で、やっぱこの家かなり湿度がもう見ての通りこんなのカビだらけになっちゃうじゃないですか。だから去年ね結構カビに悩まされたんですよ。まだ家作ってる段階だったんで掃除したりアルコールしながらやってたんですけど、こう床を張っちゃったもんで絶対カビ生やしたくないと思ってどうしようか考えたんですよ、いろいろ。そしたらやっぱ思いつくのこれじゃないですか。除湿機、これをちょっともらってきました、ジモに。これで、こういうとこに置いて、でこうなんかこれ連続排水できるやつなんですよ。なんでここの後ろから連続排水で、なんかこの辺の古民家隙間だらけなんで、ここになんか穴なんですよ。でここからこうホースを出してずっと連続排水でずっとつけてたんですよ、24時間。そしたらですね、湿度計を結構いろんなところに置いてたんですけど、湿度はこの辺だけ下がりました。でも見てるとちょっとお家が部屋がでかいので、こんなん除湿できるわけないのは分かってはいたんですけど、一応つけてみたんですけど、この辺だけ良かったです。でちょっとこっちに移動してこっちでやったりとかいろいろやったんですけど、やっぱこの近くしか除湿されませんでした。でしかもちょっと電気代がびっくりすることに普段なんか300円とか600円なんですよ。なんですけどこれを入れた途端に2万超えて、かなりびっくりしたので速攻取り外しました。で一番良かったのがいろいろやってこれだなっていうのが実はこれです。このボルネードのサーキュレーター、ボルネードっていうものらしいです。はい。でこれは外国の製品なんですけど、24時間動かしてても OK っていうサーキュレーターの話ですね。でこうやって、物理ボタンで動かせるタイプで、このパターンだと、このなんですか、スマートプラグっていう遠隔で電源オンオフできるやつが使えるんですよ。なんで遠隔で、ちょっと今物理ボタンで押しますけど、こうやって押すとこうやって回るんですよ。なんでこの家にいない時でも湿度を見ながら、湿度高いなとか、雨降ったりとか、雨降った後とか、雨の前後でこいつを回したりして、この辺を空気を回してですね、なるべくカビを生えさせないようにするということができるようになりました。
一番効果あったのは除湿機よりもやっぱりこのなんだっけサーキュレーターですね。なんかうちの家ってここがすごくカビたまりやすいってことが分かったんですよ。この辺りなんでここでこうずーっと回しとくとここがカビ生えなくなるんですよね。誰もいねえ、怖え。ちょっとさっきから家の中がボーンとかドーンとかなってすっげえ怖いんですけど、これ怖っ。なんかあんのかな。ボーンとかドーンとかなんすよね、いろんなとこ。すっげえ怖いね。はい、では次ストーブやっていきます。総集編動画でもお伝えしたんですけれども、このストーブものすごく暖かいんですよ。それをこう上でね、ちょっとした料理やお湯沸かしたりもできるんです。でこのストーブなんですけども、ちょっと燃費がないんですよ。1時間1リットル食うっていうかなり燃費が悪いんですけど、かなり暖かいと。で先ほどこれだけ、ずっとストーブつけてたんですけど、見てください、もう15度まで上がってます。来た時0度だったんですけど、かなり優秀です。でこのストーブ1個5000円でジモティーで譲ってもらいました。でこっちも N.2 個、こっちはねこの上が熱くならないタイプっていうので、こっちもつけてみましょうか。1年ぶりつくかつくか、あれつかない、マジかよ。これだ、来い、来た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 。そうこれ電源使ってこうやってコンセントで取るんですけど、これねめちゃくちゃ暖かいです。こちらのストーブですね、古民家で検索したりすると大抵これ出てくるんですよ。まあなんかおしゃれじゃないですか、可愛いし。でこれやっぱり僕も買いました。1万円ぐらいしたっすかね。こうやってこれいいのは電源使わない方がいいですよね。使わねえし、ちょっと待って、これをなんかこうして確かね。でこれでね、あ違うか、このままこうやって押すとつかないんですよつかねえじゃねえか。あ、燃料ねえのかな、燃料ねえのかな。ちょっとさ、あ、こうかこうか、こう回すんか、これ回してこういうだ、これでつくんじゃね、つかない、はい、つかないです。燃料切れですね、か壊れたかどっちかで、これは最初やっぱこれおしゃれだし、おしゃれかはあれかもしれないけどちょっと可愛いなと思って買ったんですよ。でこれ上にお湯沸かせるんでとてもいいです。ですけどこの家全然温まんないです。最初これ夏9月ぐらいか、初めてこの古民家に泊まりがけで作業した時に、この家9月とかでもすっごい寒いんですよ、夜。なんでいきなり引っ張り出してきてこのストーブをつけたんですけど、全然それでも9月ですら温まらないっていう状態でしたね。まあ断熱材がある家だったらこれでいいんですけど、ちょっとうちの場合こうワンルームにしちゃったんで、これ全部ぶっ壊して、なんでワンルームの断熱材なしほぼ外状態の古民家だとこのストーブは申し訳ないです、役立たなかったです。お湯沸かすのにはいいですけどね。やっぱうちはこれです。これがいいです。もうすごいよね、業務用感半端ないでしょこれ。ただし1時間1リットル食いますからね、ものすごい燃費がいいです。でこれ薪ストーブ、これはねやっぱこれには勝てないんですよ。そりゃそうだったんですけどこの辺にいてこうねこたつとかしながら、これもともといろりなんですけど、こうやっていろりとかしながらね、こうやって火鉢でこう餅とか食いながら温まるってやれば、正直これとこれ今パワー8なんですけど3ぐらいにしといても大丈夫です。でこの間泊まった時、12月泊まったんですかね、その時は
この薪ストーブパンパンに勢い入れて燃やして、でこの辺りで寝たんですよ。でストーブを3にして、で夜中にこれがなくなったんですよね。木が燃え尽きて、それでこのストーブも運悪く灯油が切れて、でものすっごい寒い思いをしました。なのでストーブとこれはやっぱ切らしちゃいけないねというね。ですけど近くにいる分にはこの薪ストーブはとてもあったかいです。で燃料も家に落ちてるこういう木とかを使ってるのでほぼ0円なので、ですけどちょっとうちの場合だとこれだけだとちょっと寒すぎて無理ですね。もう1個併用でストーブが欲しいと思います。でファンヒーターもね買ったんですよ。結構大きめなやつもちょっともうそこにしまっちゃったのでちょっと出すのめんどくさいの出したんですけど、それもまあまあ良かったんですけど、やっぱこれを使っちゃうともうこれだなと。我が家みたいなこう全く断熱材ないような家だとこういうふうに強引に温めていくしかないのかなと思いました。はい、こちらは冷蔵庫です。冬の間はですね、家の中が、平均で0度なんですよ。なのでこう冷蔵庫はもう片付けちゃおうと思って、電源コンセント抜けば電気代がまた、ね、今3000円ぐらいかかってるのが600円ぐらいに下がるじゃないですか。なので3月ぐらいまではもう冷蔵庫片付けて電源プラグ抜いちゃおうと思って、今これ片付けてるとこですね。ほらこんな感じでよし抜けたぞってね、こんな感じで片付けていきました。2023年初めて上に来ました。ここハクビシンの赤ちゃんいたとこですね。わすっげえなこれ。おいめちゃめちゃ汚れてるじゃん。うわすっげえ気をしてる。あ薪がいっぱいだ。でですね、このトタンですね、これもうボロボロだったんでちょっと過去動画にも載ってると思うんですけど、全部自分で貼ったんですよ。剥がすのめんどくさかったんで上から貼っちゃいました。僕にそんなスキルないので上からこうバーって貼って釘で打ち付けて終わりと。これででもどうだろう、これ何メートルぐらいあったかな。なんか車が結構ギリだったんで2メートル以上あったかな。もっとあるなこれな。でこれを全部敷き詰めて確かなんか3万ぐらいだったんですかね。で雨漏りがもうとんでもなかったんですよここ。なのでこれはもうちょっと貼るしかないということで、ホームセンターでトタンを買ってきて貼りました。3万円ぐらいだったと思います。はい、これ見てくださいよ。これもうほぼ外ですからね。これここのさ薪ストーブでこうやってガンガン煙焚いてもこれ煙出る穴とかもまあありますけども、それ以前にもう壁がもうボロボロすぎちゃって煙なんかこう全部出ていってしまうとねいう感じです。ここはなんかちょうど掘りごたつの上ですかね。なぜかすっごい劣化してるんですよここ。なのでちょっと危ないんでベニヤで塞いでます。でここはちょっとなんか嫌な感じがするんでちょっと入ったことないです未だかつて。はい、なんかすごい怖いのでちょっと誰かいる時に一緒に入りたいと思います。マジで怖え。でこっちも一応荷物置き場ですかね。でこんな感じでここもくぼみがあるんですけど、ここもなんかすっごく嫌な感じがするのでここも入ったことないです。なんで床が劣化してるかもしれないししないかもしれないし、すっげえ怖いんでここ入ってないです。嫌だなと思ってちょっと誰か人がいる時に入りたいと思います。マジで怖い、嫌だってな感じですね。こんな感じのすすだらけのかっこいい屋根でございます。こんな感じでね、いぶしということで昔は煙を上にねいろりとかの煙を流してなんかこう害虫対策とかにもなりつつこう屋根を乾かすというね先人の知恵でございますね。こうすすだらけになると思うんですけど、でもこういう色僕好きですけどね、かっこいいしね。なんか黒い木ってかっこよくないですかね。でこの竹とかね何だったんですかね、こうブーってなってますけどね。なんかもうなんかそのまんまにしてますこの辺は。
うん、でも2階はねなんかねこの感じが好きなので、もうなんかこう部屋を作って断熱して快適に住むようにしようとかは僕はちょっと思わないです。なんかこの感じをこの家はしばらく楽しみたいなと思いますね。すごいじゃないですか。これ大黒柱ですよ。立派ですよね。こいつがこの家を支えてるわけです。200年近く。すごいですよね。ほらこれが横の大黒柱とつながってる横の柱。これもこんな太い木あります？最近ないですよね。よくできてますよね。ほらこっちもこうやってこんだけ200年近く壊れてないんですから、すごいなと思います。でこの辺のこれ築年数がね明治元年ってなってるんですけど、法務局に行ったんですけど、一番古い表記が明治元年なので、明治元年より前だとしても明治元年ってなっちゃってますって言われたんですよね。で近所の人に聞いたんですけど、江戸時代からあるよとは言ってたんですけど、まあその証拠がないんで、とりあえず登記上の通り明治元年っていう歌い文句にはしてるんですけど、でなんかよくネットとか見たらこう裏側とかこう柱のところになんかそういう記録があるものがあるとか言うんですけど、結構見たんですけど全くなかったですね。なのでこの家がいつのものなのか分かりません。ですけど僕は気に入ってるのでいいと思います。でこういうなんか白いちょっとあんまいけてないところは後日木とかで埋めたりとか柿渋で塗ったりしてすごくいい感じにしていこうと思ってるんですよ。なんですけど木が値段が2倍ぐらいになっちゃったんでなかなかできないと。でこういうボロボロになっちゃってるところも土壁とかでね綺麗に埋めてかっこよくしたいなってのはあるんですけど、このボロボロの感じも好きなんですよね。だからどうしようか悩んでるんですよね。なんかこうボロボロのもなんか僕好きなんですよ。結構かっこいいなとか思っちゃうんですよね。こうやってだってねやろうと思ってやれるもんじゃないじゃないですか。なんか自然にこうなったもんなんで、なんかかっこいいなとか思っちゃうんですね。ちょっとずれてますかね私。なんでこういうのも直しちゃうのもどうなのかなとか思いつつね、なんかこうとりあえずこのままにしてます。まあ後々ちょっとある程度は手を加えると思うんですけども、なんかこの質感を残したままの部屋にしたいなと思っています。はい、現場からスタジオに戻ってまいりました。それでは最後は税金のお話をして終わりたいと思います。この家全部で600坪あるんですね。家の前にある山も買わされてしまったので600坪になってしまいました。ちょっとかなり広大な土地になってしまいましたが、その600坪にかかる税金、こちら固定資産税はなんと1万円です。毎年1万円がかかってくることになります。なので毎月で考えるとね、全然大した金額じゃないのかなと。1万円なら許容範囲かなと思います。これがですね、普通のこういう家じゃなくて別荘地になると、なんかこう別荘地だけにかかる費用とかがね、別で出てくるらしいんですよ。お金に余裕がある方は、別荘地の方が結構楽なんですよね。いろいろこう手入れしてくれたりとか、そういうことがあるそうです。ちょっと住んだことないんで分かんないんですけども、ただ僕みたいになるべく費用を抑えたい方は別荘地ではなくて普通の家を購入した方がいいのかなと思います。で税金はですね、もし移住した場合は固定資産税の他に住民税とかかかってくるようです。ですけど私はまだこの家に住んでませんので住民税はかかってこないです。なので、1年間に払う固定資産税の1万円だけになります。どうでしょう、結構安いですよね。僕1万円って聞いたので買ったってとこもありますね。1万円ならいけるだろうとねいう感じでしたね。そんな感じでこれからもしっかり直して皆さんに面白い動画をお届けできるように頑張っていきたいと思いますので、これからも古民家チャンネルどうぞよろしくお願いいたします。それじゃあまた会いましょう。バイバイ。